も単独歩行者です。突然ですが、街を走っていると、フェラーリやランボルギーニなどの超高級車によく遭遇する気がします。特に東京の都市部に行くと、かなりの頻度で遭遇します。私も人生で一度は乗ってみたいので、早速35年ローンで購入しに行きたいと思います。というのは、残念ながら無理なんですよね。自動車ローンは現状、最長10年までとなっているため、10年ローンで購入できる金額にするしかありません。ということで、本日は自動車やバイクを購入する際のローンの最適値と、何としてもフェラーリを手に入れる方法について考えてみたいと思います。大前提として、ローンの借入金の適正値は、年収の 40% から多くても 50% 程度と言われています。つまり、4000万円ほどの新車を購入するためには、少なくとも8000万円くらいの年収がないと、適正とは言えないわけですね。2024年の日本の平均年収478万円で計算すると、40% の場合は約191万円、50% の場合は約239万円の借り入れが妥当ということになります。239万円では到底フェラーリは購入できませんが、穏やかな生活を送るためには、このくらいのマージンを持っておいた方が良さそうですね。何が何でもフェラーリが欲しいという方もいると思いますので、ここからは日本の平均年収478万円で、フェラーリを購入する方法を考えてみます。まず、新型フェラーリの購入はさすがに難しいので諦めて、中古で手が届きそうな個体を探します。状態や故障リスクなどはひとまず置いておくとして、現在はモンディアルや 456GT、360モデナなどが600万から900万円ほどで購入できそうです。しかし、これらはいずれも借入額が年収を上回ってしまうため、審査に通る可能性はかなり低いです。そこで大事なのが、200万円から300万円ほどの頭金を用意し、支払い能力がありますよ、とアピールすることで審査に通りやすくなるという点です。あとは支払い回数を10年120回払いにすることで月々の支払いを抑えることができます。具体的に計算してみると、600万円のモンディアルを購入する場合、頭金を200万円入れると借入金は400万円になります。金利を 3% とすると、総支払額は約463万円、月々の支払いはおよそ3万8600円ほどになります。また、900万円の360モデナを購入する際に、頭金を300万円入れた場合、総支払額は約694万円となり、月々の支払いはおよそ5万7900円ほどになります。このように計算してみると、ギリギリいけそうな気がしてきますよね。私が911を売却した時は、購入金額よりも売却金額の方が高かったこともありました。フェラーリであれば、これまでの傾向からしても大きく値下がりすることはないと思います。頑張って購入しても損はしないかもしれません。と、本日はこんな感じでスーパーカーを購入する方法についての雑談でした。この動画は無茶なローンを勧めるものではありませんので、あしからず。おっしゃー、フェラーリ買うぜ、と思った人は、ぜひいいねを押してください。フェラーリはキャッシュ一括です。という人は、チャンネル登録、高評価、通知設定、そして布教活動をお願いします。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。